れが北欧デザインってやつか。確かに三大がっかりスポット。人形品のそう。いい感じ。ゴミ朝になりました。またつるとお手紙を書きました。姉ちゃん最後にスーパー見つけちゃったね。チョコレートコーナーがすんごいね。目にシナモロールを探してるな。その興味の示し方は。あっちにパンありそうであ、買い忘れた。一個買いたいものがあったんだってなんかちょっとぼやいてたけど、もう一個高かったブランドが多分スウェーデンのブランド。バスターミナルは電車のターミナルと一緒になってるから分かりづらいけど、ちゃんとバスターミナルのこの案内矢印が出てるね。今日はデンマークのコペンハーゲンまで10時間ぐらい、23時半出発の9時20分到着だから10時間だね。長い。最長は1本の最長はあれだね、ブカレストブダペストの17だけど、それと同じぐらいイスタンブールテッサロニキアテネの乗り継ぎもしんどかった。アテネまあでもしんどかったね、あれは。初のフリックス2階建てじゃない。すごい建物じゃないこれこれなんだろう、家かな。住んでんの。これが北欧デザインってやつか。北欧3カ国目だね。あ、すんごい広々した駅だね。開放感が。あ、チケッツ&トレインデパーチャー歩かされました。さすがにチケット室あるんじゃない。謎いよ。ゾーン制やめてほしい。もうアプリで買わせてほしい。そんなに選択肢を設けないで。1回800円高すぎるよね。ああ、それはあるかも。環境、そういうこと。スウェーデンもそうだったよね。もうチャリのなんか権利が高くて歩行者が虐げられてます。ちょっとでも自転車専用道路を言っちゃっただけ。そうちょっとギリギリ歩いてるとかだけでもパッとかパックとかなんかそういう交通ルールなんだろうから、多分俺らが悪いけどちょっとお気をつけくださいちょっと荒いです。チケットセンター発見ね。これ購入時点から始まるってことね。セブンイレブン、これセブンイレブンがスウェーデンとデンマークにはいっぱいある。結局チケットはこのアプリで買えるやつと一緒でしたね。 DOT っていうアプリ。スモールシティパスとラージシティパスがあって、スモールシティパスは3200円、ラージシティパスは倍ぐらいします。48時間券で。可愛い形の電車。うわ、すごい。なんか宇宙みたい。結構古めなのかな、この電車。外観が結構。うん。スーパーです。あ、そうなの。これデンマークのスーパーってこと。有名なスーパーなのね。デンマークの物価を見るのが恐ろしいよ。ネトウ。広い。ここにもバクラバが。パンじゃない。はい、オッケー。すんごい中東の匂いがするね。入っていきなりナンが売ってたね。人がそんな感じだね。そういうエリアなんだろう。わ、すごい綺麗な場所。家あるのこんなところに
すごいいいところ。すごいいいところだね。あそこにも風車がある。見て、海が見える。あ、いいとこじゃない。めっちゃいいとこ。おお、すごい。こっち。ね。すごい。めっちゃ綺麗じゃない？あ、水綺麗だよ。めっちゃ水綺麗だよ。透き通ってる。ねえ、なんでそんな白いの？白くなっちゃった顔日焼けが。止めすごくない？ビーガンクリームみたいなの日焼け止めを買ったやつ。かーくんやばすぎ。やば。ちょっとどうにかしたいこれ。ちょっと。助けて。もう今日はそのまま。助けて。今日はそのままで過ごすしかないよ。カウチの人がデンマークは一番オープンマインドって言ってて、モノガミとかポリガミとか、モノアモリーとかポリアモリーとか、モノガミ一夫一妻制、ポリガミっていうのが一夫多妻制、ポリアモリーっていうのが婚姻関係とかじゃなくて普通にその複数人と関係を持つみたいな、デンマークはポリアモリーのパーティーというか団体とかもあって、そういうクラブもあるみたいな感じで言ってた。いろんな性の思考とか選択肢が増えた。でそれをみんなが受け入れて尊重してるみたいな、うん、デンマークはそういう自由の国だって、めっちゃオープンマインド、何事にもオープンって言ってて、すぐそこにもヌーディストビーチあるよみたいなって言ってて、本当にあの人の偏見かなって思って来てみたら、そんなことなんかそれが当たり前だよね。フランスとかギリシャとかにもある、そういう観光地化された感じではなくてさ、スウェーデンとかとはまた違うって言ってたね。デンマークはもうそのあらゆる世代がそういうところに対してオープンって言ってたね。コペンハーゲンがまさかの7枚上から来るカルチャーショックちょっと気になりすぎて調べたら、別にデンマークが格段そういうのが進んでるわけではなく、自分が知らなかっただけで、それがやっぱ全体的にヨーロッパが進んでるんだなっていうことが分かりました。あとはヌーディストっていう言い方を、そういう人もいるんだけど、それはもう裸体でいることが好きというかっていう人もいれば、その自然との融合とか調和とか環境保護とか健康っていう意味でナチュラリストっていう言い方もするらしい。ノルウェー発、めっちゃ安いと思ったら激安スーパーに来てました、ね、超安い。日本と同じぐらい。革命が起きた。安すぎ。デンマークにあるこちらのレマッセンというスーパー、革命が起きています、ね。本日はコペンハーゲン街歩きとなっております。朝パーティーから7時ぐらいに帰ってきましたね。昨日の8時に見てて、朝の7時に見ててそしてワンルームだから同じ空間で、その人も俺らが寝てる中こう準備をしたりして、俺らもその人がソファーで寝ているのを横目に朝ごはんを食べたり準備したりしたね。カウチ一発目でこれはちょっとできなかったなって思う。やっぱり何回もいい経験をしてきて、他の人の口コミもある上でのこの安心して寝れるという、ちょっと性についての話がちょっと多めですかね。気遣いはしてくれる人だけど、めっちゃ気遣いしてくれる人。電車が通ってるんじゃない？あ、そうだ。すごいちゃんとチェックがある。こういうのしてくれるといいね。市内に来ました。茶色を基調とした建物が多いようですね、コペンハーゲンは。そうでもないらしいです。適当に言いました。適当に言わないでください。今この瞬間に見たものだけど、なんかコペンハーゲンがっていう全てがそうであるかのように言う。危ない。本当に誤った情報を教えて。これから世界三大がっかりスポットを見に行きます。がっかりしに行こうね。世界三大がっかりスポット何か知ってる？知らない。知らない？1個は知ってるでしょ？ぜひね。あ、じゃなくてもう1個見たよね。あんちゃん見たことある？マーライオンです。本当に？そうだよ。そうなの？
全然がっかりしなかったね私。マーライオン、コペンハーゲンの人魚姫、あともう一個どっか忘れたけど小便小僧、こちらが世界三大、あれ意外とそうでもないスポットです。マーライオン普通に感動したけど行きのコペンハーゲンのバスでね、俺は予習してきたから、アンデルセン童話を2歳への読み聞かせ動画を見てきたからね覚えてないの？いやだから聞いたら思い出したけど、でもなんかめっちゃ覚えてる。本当？あの辺の動画。人魚姫、マッチ売りの少女、裸の王様、マッチ売りの少女も人魚姫もなんか俺はちょっと全然覚えてなかったからあれだけど、悲しい終わり方をするよね。人魚姫は泡となって消えて、マッチ売りの少女も死んじゃうんだよね。私一番人魚姫が好きでさ、よく見てたんだけどね、最後のシーンめっちゃ覚えてる。ナレーション、泡となって消え去ったのですそれ幼稚園？そうだよ。やば、よく覚えてるね。え？マジでそれがデンマークの物価です。観光地の物価だね。でも物価は結局あれだったね、ディペンズオンスーパーだね。はあ、見えてきました。こちらが人魚姫の像です。本当に綺麗だけどね、綺麗な白鳥。あ、醜いアヒルの子もそういえばあれじゃない？アンデルセン童話。そう、醜いアヒルの子と親指姫。親指姫好きだったな私。親指姫ちょっとあれだけ よく意味が分からなかった。童話を読んでも。親指姫はめっちゃ面白いじゃん。モグラと結婚させられそうになって、なぜかモグラのところにツバメがいて、なぜかそのツバメが怪我してて、なぜかそのツバメと仲良くなって、なぜかツバメがどこかに連れて行ってあげて、で最終的になぜかどこかのよくわかんない王子様と出会って結ばれて幸せになりましたみたいな。懐かしい。いやちょっとなんか謎展開が過ぎて、でも私はめっちゃ好きだった。ここめっちゃ綺麗じゃない？なんかすごい綺麗。この緑の中にある教会って感じが。なんか変な匂いしない？何の匂い？洗剤の匂いだ。洗ってんのこれじゃない、ほら泡が出てる。うわーすごいな。英国国教会。聖オルバン教会でした。そのさ、宗教はプロテスタントだけど、やっぱりほとんどの人が今もうやってないみたいに言ってたよね。あ、言ってたね。言ってたよね。やっぱそういう風になってくんだろうね。まあ俺らが会う人が特殊なのはもちろんあるだろうけど、今のところさ、カウチで会った人ってみんな宗教やってないよね。世界は宗教は当たり前だけど、みんなが入ってるっていう当たり前の今の時代はそうではないのか。じゃないかもね。それもそれで割となんか自分としては意外なことだった。これアレクサンドル・ネフスキー正教会っていうどっかで聞いたことあるな。すごっうわ立派、すごっ。俺の予想はこれはルネサンス様式です。ルネサンス×バロック様式らしい。とにかくルネサンスはこうドームで丸っこくて左右対称で、バロックは多分その後に一回キリスト教の権威がこう下がってきちゃった時に、ああいう大きい柱とかをボンって立ててすごいお金持ってるんだぞみたいなのを示したかったらしい。左右対称でああいう大きい柱があるからルネサンス×ゴシックバロックっていう可能性があります。勉強が生きてます。わあめっちゃ綺麗。なんか賑わってきたね。おーよく見るやつ。ここからかな。あっち側渡った方がいいか。ここがニューハウンという場所ですね。アンデルセンもここに住んでたんだって。あそこみたいなベネチアのね、ベネチアみたいだね。わあ綺麗。この色をねそれぞれ変えてるのは、当時その船乗りの人が帰ってくるときに自分の家を見つけやすくするために変えてるっていう。
かわいいね、色の。うん。ね、ここすごい綺麗。この湖面にさ、湖面がちょっとカラフルになってるのも綺麗じゃない？ほら、下が。出発地はここでした。本当にこれを往復するだけなのかな。わあ、綺麗な広場。こちらはコンゲンスニュート広場。めっちゃ人がいっぱいいる。でも政府機関が多そうだね。フランスとか。この人はクリスチャン5世っていう人だった。結構そのクリスチャン坊城みたいなのもあったり、そのクリスチャン何世みたいな人が結構デンマークではよく見かける王様。行進してる兵隊が赤信号守ってる。あ、ここです。賑わってる。ストロイエという道です。これ沿いに全部あるよ。ロイヤルコペンハーゲンとか。1600円のチュロス。激安スーパーでアイス買おう。食べるんじゃない？もらえる？もらえるんじゃない？何かもぐもぐしてますか？してない？気のせい？でもなんかリンツ入ってもらってすぐ出た？気のせいか。美味しい言うてまんがな。美味しい言うてまんがな。ヘイハウス。ああ。結構5階まであるよ。いつになったら現れるんだ。あ、現れた。すごい歯がでかすぎ。これあれでしょ、カバ用でしょ。カバ用の歯ブラシでしょ。バスタオル200だから4000円だ。わ、めっちゃおしゃじゃん、ここからの景色。本当だ。ロイヤルコペンハーゲン本店。何なのこれ？知らない？じゃあいいや。俺は知らないから。さっきのトートバッグ可愛かったねえ、しかもなんかリーズナブルだったね。デンマークのその最先端ブランドにしては1200円ぐらい？から行くところもトートバッグ屋さんがある。あ、そうなの？大きな教会があります。レゴがあった。レゴがあった。これはまたフランスパンドッグ来るんじゃない？どれどれ？フランスパンドッグは何？デンマークなの？レゴはデンマーク？そう。待ってるんじゃない？え？本当だ。待つ。レゴランドがあるんだよね、大きい。そう。ちょっと離れた場所にあるの？行ってみたいな。でも日本にもあるよね、でもレゴランドって確か。本当に？へえ。すごい、このドラゴンも C3PO。 あ、スター・ウォーズだ、このコーナー。すごっ。目が光ってるね。目が光ってるね。アナ・オーガスト。全部トートバッグこれ。うわー、しっかりしてる。売り方がなんか可愛くない？オールオーバープリンティッドじゃない？まだ225、4000円、5000円ぐらい。ねえ。北欧といえばクリスマスだもんね。があるよ。タピオカ飲んでる？いくらいくら？800円。見ます。フライングタイガーも、フライングタイガーコペンハーゲンじゃん。そういうこと？お店の名前がそう？フライングタイガーコペンハーゲンだからか。すごくない？ほらすごい。
カラフルというか多様性カラーです。わ、すごいこれ左もさっき見えたやつだね。あ、これシティホールスクエアコペンハーゲン市庁舎だ。なんかこういう広い広場みたいな結構何か所かあったねこれまで、ね、デモしてない？めっちゃデモしてる。リベレーションだから解放だね、動物の。それこそビーガンの人たちかもね。一休みでござんす。真っ赤っか、あんずのそのリンゴ。このピンク色の傘もなんかあれかな、あれはフリーツアーかな。うわ、なんだろうこれ。うわ、すごくない？こういうなんかいろいろ劇みたいな。今のところはコペンハーゲンで一番古い遊園地だ。だからさっきのフリーフォールがあったところとかだ。入るのにもお金かかるんだ。すごい綺麗だったね。すごい綺麗だった。ちょっとヌーディストビーチでヌードになるか迷い中です。俺が目的は何ですか？目的はナチュラリストをやっぱビーガンもビーガン食を経験してみたじゃん。タイに行ったら昆虫食を体感してみたじゃん、それとあんま変わんないかな。タイでもさ、みんなが昆虫食むしろ観光客しか食べてないよとかも言われてたじゃん。で多分こっちのデンマークの人全員がヌーディストでナチュラリストなわけではないと思うけど、やっぱその国の一部の文化ではあるわけじゃん。しかも昆虫食は昔は食ってたけど今食ってないけど、ナチュラリストは昔は違ったけど今そうなってきてるみたいなものなわけじゃん。それちょっとやってみたいなっていう感じ。分かった？理由になってるかな。向いてるかもしれない。やってみました。まあ可もなく不可もなくという感じですね。まあでも普通にあんま集中はできなかった、そう海入ったっけみたいな。だけどめっちゃ楽でいい。その乾かすとかいらないし、そういう意味でタオルも持ってきてないし楽ちんって感じかな。だから全然そのお風呂に入ってるみたいな感じ、裸で。はい、以上ビーチからの中継でした。